東京もやっと肌寒い秋が空気に感じられるようになりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は宅配野菜で立派なオーガニックの白菜が届いたので、今季初の自家製キムチを作っていきたいと思います。これまで何度もキムチを手作りして失敗もありながら学んだ自家製キムチを美味しく作るコツもシェアしていきますよ。スーパーでもキムチは何種類も売っていますが、オキアミなどの動物性食材が入っているのと添加物が入っている場合が多く、味も日本人好みに甘く辛みが抑えられたものや酸味の全くない浅漬けのものが多いので、私は気温が低い時期はキムチを手作りしています。白菜は切らずに芯を残したまま漬けるレシピがほとんどですが、最初に切っておいた方が塩が均等に行き渡るのと、食べる時に食べたい分だけを取り出せるので手軽で衛生的だと思います。白菜の重さをもとに他の調味料の量が決まっていくので、しっかり書き留めておきます。最初に白菜を塩漬けしますが、この出来栄えがキムチの味を決めると言っても過言ではありません。塩の量はいろいろ試しましたが、白菜の量の 4% がちょうどいい味になるようです。私は韓国の天然粗塩を使っていますが、日本のお塩でももちろん大丈夫ですよ。塩をしっかりと白菜一枚一枚になじませ、重しをします。白菜自身からすぐに水が出てきますので、そのまま2時間から時間があれば6時間、一晩、涼しいところに置いて漬け込んでいきます。その間に白菜につける合わせ調味料、ヤンニョムを準備。りんごは皮を剥き、すりおろします。にんにく1かけの大きいものと同じ量の皮を剥いた生姜をすりおろして、濃縮甘酒を白菜の量の 2% 加えます。すりおろしたりんごは白菜の量の 4%、唐辛子の粉は白菜の量の 6% を加えますが、韓国産の粗挽きのものを使いましょう。唐辛子の粉は商品によって驚くほど味が異なりますので、私は韓国で買ってきてもらった辛みの強いものと日本で買った甘みの強いものを半々でブレンドして使っています。あとは乾燥昆布 5cm×5 センチほどをキッチンバサミで糸状に切って加えます。よく混ぜ合わせたら、こちらも涼しいところにしばらく置いて味をなじませておきます。漬け終わった白菜は水気をよく絞り、味見をします。葉の部分と芯の部分を一緒に食べてみて、白菜の浅漬けのような程よい塩味であれば OK です。もし塩辛いようであれば、白菜を水で洗って水気を絞ります。ヤンニョムを加えて白菜の一枚一枚がしっかりとコーティングされるように和えていきます。ここでお好みで千切りにした大根、人参や梨、ニラなどを加えてもいいですね。
蓋をして常温で秋の今頃であれば1日、冬の寒い時期であれば2日程度置きます。発酵後その日から美味しく食べられますが、冷蔵庫に置いておくとどんどん味が熟成していきます。韓国の家庭にはキムチ専用の冷蔵庫があるそうですが、日本の冷蔵庫では真空チルドルームがキムチの保存に最適な温度が保たれていますので、保存場所としておすすめです。そのまま食べてもお料理に使っても美味しいキムチ。コツを押さえれば作り方自体は難しくないので、ぜひトライしてみてくださいね。それでは、See you next time!